ねえねえメタン、FIFA ワールドカップ日本代表の激闘の余韻が冷めやらぬところだけど、ジャパンブルーやサムライブルーってそもそもどんな色なのだ？日本の伝統色紹介チャンネルシェイズ・オブ・日本から番外編としてその起源となるものを簡潔に3つざっくり雑にご紹介するわ。お、気になるのだ。見れば僕らもジャパンブルーがもっと好きになるのだ。まずはみんなご存知藍染めによって生み出される藍色をはじめとした深く鮮やかな青色の総称がジャパンブルーよ。藍染めの歴史は古く、法隆寺や正倉院にも藍染めの布類が保存されていたり、聖徳太子の制定した冠位12回においても最上位の紫に次いで青がランクイン。そんなに古くからある色なんだね。明治時代初期に来日したイギリスの科学者ロバート・ウィリアム・アトキンソンは街中に藍染めの濃い青があふれる日本の風景に感銘を受け、この色をジャパンブルーと表現したことは有名よ。へえ、海外の人が名付けたんだ。じゃあ2つ目のサムライブルーは？この藍色の染色方法にまつわる話なのだけど、布を濃い藍色に染め上げる際、藍をより深く染み込ませるために藍染めの染液を含ませた布を臼や板の上に何度も打ちつける、叩きつけるの。この動作をカツと呼ぶのだけど、このカツという言葉の響きがカツに通じることから、この作業によって得られる紺よりも濃く黒に近い藍色は勝ち色と呼ばれ、武士の鎧の脅しや武具、ひたれなどに好んで用いられたわ。それから紀元前の中国の思想家荀子は藍染めの手間のかかる工程から生まれた美しい青を、青は藍より出て藍より青くと表現したわ。これが出蘭の誉れという弟子が師匠を超えるという意味の言葉になり、藍染めは師を超える出世の色という意味合いをも持つの。また藍染めされた布というのは堅牢度が上がり、さらに虫除け効果や傷の血止め、可能止めの効果があるとされ、体を守る意味もあり重宝されたの。武士が戦に勝つ色、そして死を超えて出世する色、これがそもそものサムライブルーよ。武士の験担ぎの色だったのだ。かっこいいのだ。2018年のワールドカップ日本代表のユニフォームのコンセプトはズバリ勝ち色だったわ。武士が鎧の下に着る着物、鎧下がモデルであり、鎧下に施される刺し子の模様までデザインとして採用されていたわ。ちなみに現代において私たちも目にすることができるこの藍染め刺し子の流れを組む衣類といえば剣道の道着よ。へえ、すごいな、深いな、知らなかったのだ。それじゃ最後の3つ目は何なのだ？3つ目は染料ではなく顔料のジャパンブルー、ベロ藍と呼ばれる1704年プロイセン王国、英語ではプロシア王国のベルリンで生まれた化学顔料の青よ。ベルリンの藍がなまってベロ藍、他にもベレンスをはじめたくさんの呼び名があり、有名な英語名はプロシア王国の青を意味するプルシアンブルー。それまでは青い顔料といえばアズライトという鉱石から作られる青い岩絵の具の色で根性や群青などがあったのだけど、とても希少かつ高価で手に入りにくかったのだけど、このベロ藍の出現により変色しづらい青の顔料が一般にも使えるようになったの。ベロ藍は江戸後期に日本にもたらされ、木版印刷や版画などでも多用されるようになり、この冴えた青の色は特に浮世絵の景色を一変させ人気を博したわ。その後の明治時代以降にこの舶来の青プルシアンブルーの訳語として、それまで日本にあったアズライトの岩絵の具由来の暗い青を表す根性という色名が当てはめられていったわ。江戸時代末期から明治の開国に伴い浮世絵は西欧にも渡り、その後ジャポニスムという文化現象を巻き起こし浮世絵に多用されたベロ藍の青、そしてその繊細な青のグラデーションは北斎ブルー、広重ブルー、ジャパンブルーと呼ばれ、世界中の人々をも虜にするの。あの北斎や広重の青はベロ藍なんだね。世界でモナリザに次いで有名な絵とも言われ、新千円札の裏面にも採用されている葛飾北斎の神奈川沖波浦にも従来の浮世絵の青として使用されていた藍染めの藍からなる本藍とともに濃淡のベロ藍が使用されているわ。藍色、勝ち色、ベロ藍、どれも日本の青を代表する歴史があるのだ。ところで初期の日本サッカー界において日本代表のユニフォームの色は所属した大学選手の多いところのユニフォームの色が採用されていたそうなの。日本が初めて国際大会で優勝した1930年の第9回極東選手権において日本代表選手は東京帝大の選手が多く、東京帝大のチームカラーである淡い青色、単性が採用されたわ。最初はそんな風に決まってたのだ。その後1936年同じ色を踏襲淡い青のユニフォームを着て挑んだベルリン五輪において強豪のスウェーデンを破るという快挙が起こり、ベルリンの奇跡と言われているのよ。ベルリンで生まれたベロ藍が日
本に渡って浮世絵の青になり、今度は日本代表がその青を着てベルリンの地で奇跡を起こしたって、なんと壮大な流れ、大循環なのだ。そしてベルリン、いろいろありがとうなのだ。ちなみに当時の日本サッカー黎明期の重鎮、田辺製薬の14代目田辺五平氏は1930年の極東大会で初めて復職を決め、以降も踏襲したこと、また左胸に描かれた日本国旗を囲む上着全体を海に見立て青色ということになったという旨の話を1960年に出した自身の冊子に書き残しているそうよ。青いユニフォームは縁起の良さと同時に海洋民族日本の象徴でもあったんだね。というわけで私たちは現在次回作伝統色ベロ愛についての深掘り動画を亀の歩みで鋭意作成中よ。ぜひチャンネル登録してお待ちくださいね。ベロ愛の歴史はもちろん、ベロ愛を使ったさまざまな絵画作品もご紹介。絶対登録して待っててほしいのだ。以上、シェイズ・オブ・日本から番外編をお届けしました。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。